こんにちは。お元気ですか？今日は7月8日の水曜日ですね。今日はね、ちょっと朝起きた時から体がだるくてだるすぎて二度寝してしまいました。なんか生理になったみたいで、それで体がだるいんだと思うんですけど、あと今日はなんか目覚ましで起きれなかったんですよね。目覚まし鳴ってるなと思って、鳴ってると思って目覚まし止めて、でまた何回も鳴るから鳴ってると思ってまた目覚まし止めてみたいな感じで、なんかいつもだったら起きれるのにちょっと起きれなくて、ちょっと寝坊してしまったんですけども、でも一回起きたのにもかかわらず、なんかものすごいだるさと、寝たのにすごい眠さと、なんかあと腰の痛さとか、なんかそういうので、なんかこう立ってるたり座ってるのが辛くて横になったら、横になった楽だと思ったら、やっぱ二度寝しちゃってましたね。まあいいやっていう感じで、今日はまあ夜とか元気になったらね、夜になんか仕事とかすればいいやとか思って、今も体だるすぎてちょっと寝っ転がってるんですけど、ベッドに。なのでちょっと今回は声がくぐもっているかもしれません。なんかね、うん、生理で体がだるいって言ってもね、私ももうちょっと閉経しかかってるっていうのもあって、経血とかはね、全然もうほとんど出てないかなっていうくらいなんですけども、でも体のだるさとかね、そういうのだけはちゃんとあるんだなっていうか、もう本当にね、あんま経血で全然出てないから、本当エアー生理っていう感じですね。あのこの腰痛とかもね、生理独特のこの骨盤とかが左右にこうギリギリこう広がるような嫌な痛みとかね、そういうのはねちゃんと通常通りあって、体のだるさと、あと沼みたいな眠さ、なんかこうちゃんと寝ても日中も眠いっていう、わけのわからない眠さ、なんか今もあくびが出ちゃったんですけど、なんかどうせこう閉経するんだったらこの症状もさっさと終わってほしいっていう感じなんですけどね。更年期の症状も微妙にあったりするんで、めんどくさい時期ではあるなと思ったりします。まあ今日もね、こうちょっと動画を上げても上げなくてもどっちでもいいんだけど、週に2回ぐらいは喋ろうっていうのをね、なるべく続けようかなと思ったので、あ寝ながらでもいいからとりあえずなんか喋ろうって感じで今喋ってます。昨日もね若干こう体がもうだるかったんですけど、そうそう、昨日はねちょっとコンビニに行って、国保を払ってきましたわ。国民健康保険ですね。何回か前の動画で国保が高すぎて、払うことによって逆に病気になるわっていう話をしたんですけど、その国保をね払ってきたんですけど、その時のね動画のコメントとかで、その金額が間違ってたりとかしたことがありましたよっていうのコメントを見て、ちょっと自分でもね払う前に一応その金額が合ってるのかを確認しようかななんて思ってたので、ちょっとその確認するのめんどくさかったんですけど、昨日ね、もうこんなこと言ってるうちにどんどん日数が過ぎてしまうと思って、こう確定申告した時のね、その申告書類の所得の金額のところを見て、それで実際に届いた通知ですね、その国保の支払いの通知のところの両立の計算に当てはめて、こう電卓でポチポチって計算してたら、間違いはなかったみたいなので、払ってこようかなと思って昨日コンビニ行って払ってきましたね。なんか去年もね何気にこう一応国保のね金額電卓で叩いて計算して確認してみたりとかしたんですけどね、
去年はねちょっと一昨年の私の所得の少なさとかもあって、なんだったっけな、なんとか割引みたいのになってたので、その所得がなんかあんま少ない人に対するで、ちょっとその割引がどういう計算になってんのかっていうのを一応確認したくて、去年は電卓を叩いたりとかしたんですけども、今年はね、そういう割引とかはなく、通常の国民健康保険の金額だったわけですけどね。なので計算はごくシンプルで、ただね、去年と違って今回から子供なんとか支援でしたっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、この子供なんとかなんとかっていうのが一項目増えてたんで、すごくその保険料の表の字がすごくちっちゃくなってて見にくいなって思いましたね。払う項目が増えたからさみたいな感じでね。国民健康保、もちろん社保でも高いですけども、やっぱね、自営業とかフリーランスの人にとっての国保の金額って、私もサラリーマンずっとやってたから分かりますけど、それでもサラリーマンの時の給与天引きでもすんげえ引かれてるなと思ってたけど、国保の国民健康保険の金額って割合って本当に人を生かす気ねえなっていうくらいの金額になりますよね。私も今回の金額、年間の金額見てね、その国保の分の国民健康保険料を支払うだけで何ヶ月分私働けばいいんだろうっていう、国保だけで何ヶ月も働かなきゃいけないぐらいの金額なんでマジやべえなって思いましたね。この先なんかいつかどこかで個人個人がねもう生活がもう崩壊してしまいましたっていう人がだんだん増えてくんじゃないかななんてついつい思っちゃいました。そういえばね、アメリカとかって日本みたいに国民皆保険っていうのはないじゃないですか。で、私もね、日本人で日本に住んでるにあたってすごくいいなと思うのはやはりこの国民皆保険ではあるんですけれども、最近はねちょっとそこにもいろんな疑問があって、いいや、ちょっとこの話がまたそれちゃうんで、このアメリカとかだとね、私なんかのなんだろう、あれ SNS か YouTube かなんかで見たんですけど、アメリカでの一番多い自己破産のその理由って医療費なんですって。個人が自己破産するっていうことは多分借金をしてっていうことだと思うんですけれども、つまりアメリカに住んでる人の中で自己破産するパターンで、その医療費が払えなくてっていうことはやっぱり国民皆保険とかないから、病気になったらもう借金っていう図になってるのかなっていうふうに思ったんですね。実際払えるものではないらしいので、そうするともう病院にかかっちゃったりとかすると、もうそんなに払うだけのねすごい大金だと思うので、もう借金するしか払えなくて、で借金したらもう自己破産っていうもうルートしかないっていうレベルの金額なんだろうなっていうふうに思いました。なんか私もね詳しく調べたとかじゃなくて、ただ一番多い自己破産の理由が医療費だっていうのを聞いて、きっとそういう図式が成り立ってるんだろうなっていうふうに勝手に想像しただけなので、その真実は詳しいところは全然わかんないんですけれども、やっぱりもしね、だから私がアメリカとかに住んでたら、なんかでね病院に運ばれちゃって、自分の意思とは別にそれで治療を受けちゃったとか言うんだったら別として、普段の日常生活でもう病院にかかっちゃうと、もしくは何か持病を持ってたとしても病院にかかっちゃうと、もうお金が
結局払えなくて借金になって自己破産になって、もう自分の生活が成り立たなくなるからっていうのを考えたらね、やっぱりこう治療が必要な、ちょっと体調的に具合悪かったりとか病気だったりとかしても、とりあとりあえずはドラッグストアとかに行って、まあなんていうか対処療法というかね、実際の根本的な治療にはなってないけれども、その症状を緩和するためのなんかちょっとした、まあ、アスピリンとかね、そういう痛みを緩和する薬とかね、なんかそういうのでお茶を濁してっていう風にきっとなるだろうなっていう風に想像したんですよね。そうそう。だからただこう私が今日本に住んでるけれども、なんかこう私もこう単純に寿命を延ばすための治療っていうのは別にそんな、なんかこうそこまでして長生きしたいなとは思ってなくて、まあ、基本的に私は長生きはしたいっていうのは、あのそういう長生きしたいタイプの人間ではあるんですけれども、それはやっぱりただの好奇心っていうか、50年後の日本とかどうなってんのか、日本っていうか世界ね、どうなってんのかなとか、どんな風にこう変わっていくのかなみたいな、単純に未来が見てみたいですっていうね、そういう好奇心で長生きしたいっていう感じなので、もう自分のね寿命がもう限界来てんのに、でももうこう生きることに執着したいとかそういう感じじゃないんですよね。だからもし私がこう病気とかになっちゃったら、ああまあ結局ここまでだったかみたいな、先は見れなかったけどそりゃ残念くらいな、結構軽い感じなんですよね。長生きしたいっていう気持ちはね、そういう感じ。まあ逆に変にこう寿命を延ばすために治療を続けて、その体がね苦しいとか辛いとか痛い気持ち悪いとかね、そういうのをなんかねこう医療費かけてこうやたらとなんか生きてんの辛いよって思いながら長引かせるのってあんま意味ないと思ってるし、なんかそこを自分が望んでないんで、どっちかっていうと、そういう治療じゃなくて、もう自然にねこなんていうか自然にこう終わっていく感じで、ただその間ね、あの緩和治療、痛みを和らげたりとか、その体調をこうあの激しい苦しみとかがないような穏やかな感じでこう徐々にこう下っていくみたいな緩和治療だけは、そこはできるくらいにはしといてほしいっていうのがあるので、まあなんかそういう感じだなっていうふうに思ったりしましたね。何が言いたかったのかちょっといつものごとく忘れちゃったんですけど、まあアメリカは大変だなと思ったけど、日本の国民皆保険は本当に日本人で良かったって思うことの一つではあるとはいえ、ちょっとやっぱりね、いい制度ではあるんだけども、何でもかんでもあのこの医療っていうところで、医療保険の方で負担できてしまうっていう部分に変な闇が絡みまくってて、医療ビジネスとか利権とか、なんかそこはねそろそろその闇深さが限界をもう迎えるんじゃないかなっていう気がしたりとかしました。で私最近まで知らなかったんですけど、今年から医療報酬ってあのいなんあの医療医療報酬の割合っていうんですか、保険料率っていうのかな、医療報酬の率が上がったっていうじゃないですか。しかも3.09% 上がったって、すっごいすっごい上がってると思ってびっくりしちゃったんですよ。多分私がその YouTube とかでも今回この医療保険のこととかを出したりとか、自分でもコメントに返信したりとかなんかした感じで、もしかしたらこのアルゴリズムでね、この医療保険系の情報が少し私の SNS に載ってきたのかなと思うんですけど、それでなんかちょっと見たら、その医療報酬が今年度から3.09% 引き上げられましたっていうのがあって、知らんかったと思って、
ということはこのお医者さんとかはね、その国からもらえる方の医療報酬の金額が少し上がったっていうことですよね。その病院がいろいろ潰れてるとかいろいろ問題視されてる部分はありますけれども、なんかねこう単純にこれってこの医療報酬上げりゃいいってもんじゃなくて、多分そこじゃないんじゃないかなっていうふうに、素人のというかそういう人間でもちょっと疑問に思うっていうか、 3.09% ってやばくねって思うんですけど、結局はそれって税金っていう形で払われることになるので、結局は負担がすごく大きくなるってことじゃないですか。それでちょっとその医療報酬引き上げとかでちょっとなんかで YouTube とかでもちょっと検索して、そのニュースのやつ、ニュースの番組とかが YouTube として上がってるのをちょっと見てみたら、こうで医療報酬が上がる予定ですって説明してて、大した内容言ってなかったんですけども、ただ最後の方にこの医療報酬が上がることによってその国民の負担が高くなるっていうことに関してはなんかすっごい変なこと言ってたんですよ。今その給料とかがこう上がってきてるので実質的な負担は上がらないっていうことを言ってたんですよ。給料とかが上がってきてるから実質的な負担は上がらないですよっていうことを言ってて、給料賃金が上がってきてるからっていうことを言ってて、実質的なその保険料を計算する上での計算式が変わらなかったとしても、必ずどこからかその財政的なものでは全部税金から賄ってるわけだから、絶対に負担は増えるはずだと思うんだけれども、ただそのニュース番組で言ってたのはその賃金がそもそも上がってきてるから、実質的な負担にはならないようになっているみたいな説明でお茶を逃がしてたんですけど、それめっちゃおかしくねってすごいこうもやっとしちゃって。賃金が上がってきてるけど今って物価がすごい高騰してるじゃないですか。だから、それで言うなら実質賃金というものは下がってるわけですよね。逆になんだっけ、実質賃金ってあるじゃないですか。そのお金の価値によって実際のその賃金というかそういうのを考えると、結局給料上がってても物価が上がってるから実質賃金は上がってないんですよとか、そういうのってあるじゃないですか。それちゃんとした用語だと思うんですけど、実質賃金っていう用語、経済用語ちょっと分かんないけどこれってちゃんとした用語なのかな。でもだからそういう経済的な指標で考えると決して賃金は上がってないけれども、単純にこの場合は数字だけで全体的な給料が上がってきてるのでなんか負担は上がってませんっていうようなとこで締めくくったそのニュース番組がすごい気持ち悪かったっていうね。しかも多分給料上がってるのってちょっと私もねもう完全に個人で働いてるから分かんないけど、どうなんだろう。大企業とかもしかして上がってんのかもしれないけど、結構末端の中小とかも上がってるんですかね。バイト代とかももしかしたら時給上がってんのかもしれないけど、ちょっとどうなんかちょっと分かんないけどね、なんかとにかくそのニュース番組が気持ち悪いなって思った点と、なんかここでね、なんか私もね結構いろいろ妄想するタイプなんですけれども、この今この2026年っていう今でなんやかんやで理由つけて3.09% も診療報酬上がったわけですけどごめんなさい、これ私のあくまでめっちゃ妄想なんですよ。この医療ビジネスこれって悪い意味で今言ってるんですけど、その医療ビジネスやら利権やらってすごく問題だと思うんですね。そういうところに切り込みを入れずにこう単純にその国民の負担額を上げて、多分国民がもう本当に死に絶えるまで絞り取るっていう構図を考えた時に、
あ、そっかって私が思ったことがあって、もしかしたら今のタイミングで医療報酬上げてると、まあそのね、国民をどこでひいひい言わせるか問題そのあのなんて言うんだろう、ひいひい言わせてる側の人の人間っていう風に自分を仮定したらね、まあ、私が悪いやつでひいひい言わせてうまく絞り取って、この死なない程度に絞り取ってひいひい言わせるのにはどうしたらいいのかっていうのを考えた時に、やっぱり医療関係ってね、うまいこと言いやすいっていうのもあるんですけれども、もしかしたらここが絞り取り時っていうポイントに来たのかなと思ったんですよ。っていうのも人口分布の中で団塊の世代の団塊ジュニアっていうのがそろそろ高齢者に差し掛かるじゃないですか。ということは、その医療費でいろいろ絞り取れるところの医療費がピークに達する時期がそろそろ何年後かに、10年後だか15年後だかに訪れるわけですよね。団塊ジュニアって私とかよりもちょっと上の人っていうイメージなので、55歳ぐらいかな、ごめんなさい、ちょっと違ってたらごめんなさいなんですけど、でもそれくらいだったと思うんですよね。この人口分布のグラフとかを見ると、この多いのがやっぱり今55歳ぐらいの人とかかな。だからその人たちがどんどん高齢者にそろそろなっていって、ちょっとした病気も増えていって、このリタイアメントになってっていう風になった時に、その何でヒーヒー言わせて絞り取るかポイントが、この医療費っていうフェーズがすごくヒーヒー言わせるポイントがそろそろ時期的に近づいてんのかなと思って、で団塊ジュニアを超えて徐々に人口っていうのはなだらかに減っていって、まあっていうのがあるんだけども、一回この崩壊ギリギリのところで、この団塊ジュニアが高齢者になるタイミングでなんかギリギリまでヒーヒー言わせるのにいいタイミングになったから 3.09% に上げたんかなとかいう妄想をしましたいや笑いこっちゃないんだけどまあそんな妄想だろうっていう感じかもしれないんですけれども、まあこの時代がこの医療費でヒーヒー絞り取れる一番いい時代が訪れたからそれを見越しての 3.09% 来たのかなっていうまあそんなことを思ったりとかしましたね。どのポイントで絞り取れるかというね、そのフェーズがいよいよ医療費がマックスにクライマックスに近づいてきてみたいなね感じなのかなと思ったりとかはしたんですけど、なんかもう今日ごめんなさい、ちょっとこの動画の内容がやばすぎてなんか支離滅裂な話になってしまいましたまあね、私も今現在49歳なんですけれども、まあね医療費とかもね、まあ私も結構アメリカ人の気持ちで行こうかなっていうふうには思ってますね。まあ緩和医療くらいは受け入れたいけど、極力自分で健康はキープしつつ、なんていうのかな、自然にちょっとずつ、なんていうのかな、植物のように自然にだんだんとそういう風になっていくとか、まあ今回ね、そういえば三輪明宏さんとかがお亡くなりになりましたけれども、老衰っていう風にお亡くなりになったみたいですけれども、もちろん詳しくは知らないですけども、お年もねお年だったので、ちょこちょこっとご病気とかねあったりとかはあったと思うんですけども、多分無理くりな変な治療とかはせずに生活する上でのこの病気の普通の治療をしつつ、変な延命とかはせず、最後はねご自宅で自然に年齢とともにお亡くなりになったっていうのはね、
なんかやっぱりごめんなさい、詳しく全然わかんないけど、多分私もねそういうのがいいなと思ってるので、あのね、そういう感じで変な苦しみとかはこう取るような緩和治療は受けたいけれども、そういうところにはちゃんと保険とかはこう適用はしてほしいけれども、私はねこう延命治療とか、その延命のための延命治療っていうのは受けたくないし、何気にこれって結構治療を受けた人間がすごい苦しむっていうのもね、結構ご遺族の方のこの手記みたいのとかであったりとかするじゃないですか。こうあと胃ろとかね、このもう食べれなくなった人に無理やりねこう穴開けて突っ込んでこうそこで流し込んでとか、あと点滴でしか生きれない人とかがね、もう溺れたみたいな苦しさを味わうとかね、そういうのあるじゃないですか。そういうのもすごく医療費もかかって、国の医療費負担もなってて、本人も拷問みたいな苦しみを受けて、もう別に生きてて何ができるわけでもないのに、そういう風になって本人も苦しいし、この医療費負担もご親族の方のこの金銭的な負担も大きいだろうし、これねこれも一つの大きなビジネスになってしまってるっていう側面も実はあったりとかするだろうし、こういうのはねウィンウィンの逆のルーズルーズになっているのでなんかそれは嫌だなと思いましたね。自分がそうなったら最後の最後そんなにもう苦しんでとか考えただけでも恐ろしいし、なんかそれを嫌だから、やっぱりこう運転免許証のところにドナーになりますの欄に延命治療は受けませんっていうのを書く欄を作ってほしいなっていうふうにマジで思いますね。なんかずっと前の動画でなんかこう延命治療をこう自分で宣言しておく仕組みが日本になくて、なんか免許証のとこにかけたらいいのになみたいなことをちらっと前もね、だいぶ前に同じようなことを言ったことがあるんですよ、動画で。そしたらねコメントで教えてくださった方がいて、自治体とかによっては役所とかにねそういうのをこうなんていうのかな、届け出、私延命治療しませんみたいのをしておけるところもありますよとかね、そういうのを教えてくださったんですけども、ちょっとね調べてみたら私が住んでるエリアにはそういうのはなかったんで、だから特別ねそういうちゃんとした制度的なあれで延命治療したくありませんっていうね、家族じゃなくて本人があらかじめ生きてるうちにちゃんと意思表示をしておくっていうのはなかったっぽいんですよね。なんとかなんとか協会みたいなね、そういうあの一般でのそういうコーポレーションというかね、国のじゃなくてそういうのを立ち上げて運動わかんないけど、そういうのをしている教会みたいのはあるみたいですけど、実質ないっていう感じなので、なんかそれってこの本人も下手にこう自分の意思をもうちゃんと自分がこうそうなってしまった時に表明できないし、医療費もあのそこですごくこう国の医療費負担もかかってしまってる部分もあるし、家族は家族でそれでどうしたらいいんだろうって苦しむし、もしくはこの延命をしてしまった時、どうしますかっていう、その命が危ないっていう時はね、どうしようみたいな、今すぐ決めなきゃみたいなことになっちゃうと、延命してくださいとかね、つい言っちゃうとかね、そういうのもあると思うんですよね。でも言ったことによってすごくこう苦しむ姿を見て、お亡くなりになるまでの数日間とか、もしくは何ヶ月とか苦しませてしまってって、すごく心にこう後悔を持ってしまうご遺族の方もいるみたいで、しかもこれ医療費にねかなり大きく単純な税金っていう国政財政っていう意味でも関わってきてるのに、本当にこのドナー登録みたいなところの免許証とかね、何かしらそういうところにそういう意思表示書いてあればいいのになって本当にマジで思ったりしましたね。単純に自分が下手に苦しませられるのも嫌だしみたいなね、なんかそんなことを思ったっていうことですね。なんかどうしよう、今回こんなまたネガティブなことばっか話す気持ちはなかったんですけどちょっと
今日生理痛で何もできなくてみたいな、どうでもいい話とかしようと思ってたんですよね。あの国宝をコンビニで払ってきた時、そのセブンイレブンで前から気になってたアイスもついでに買ってきてとかね、このアイス食べてみて美味しかったけどあのアイスに似ててあっちのアイスの方が美味しかったよとか、そういう話しようとしてたんだけど、ついついまたネガティブな話をしてしまいました。でもなんかね、ちょっと何分か話したらちょっと自分の体調が少し良くなってきた気がするんで、もしかしたらこの後むっくり起き上がってちょっとだけ仕事しようかなっていう元気が出ました。やっぱりね、なんかこう私もね、こう引きこもりで全然喋る機会がないので、こうやってね一方的に言葉を発してるだけでもなんかやっぱメンタル的にはいいのかもなっていうふうに思いました。今回はめっちゃ内容ネガティブな内容で、尻滅裂で、しかも妄想入ってる内容だったんですけど、それでも何でもいいから言葉を発するっていうのは大事かもなって思いました。すいません、ちょっとそんな感じでグダグダで失礼いたしました。それではまた。